おはようございます。今日は14日月曜日の朝3時半です。視聴者の方とお約束をしているので、ちょっとオートバイの NT1100 のエンジン、分解してバルブクリアランスを取り直してもらいましたので、始動性が良くなっているかどうかちょっと確認してみます。長いことお待たせしてすいませんでした。よいしょ。一発でかかるとすごくいいんですけど、今までだったら1回でかかったことは一度もないです。感じで一度エンジンかかってもすぐに止まってました。だから必ず2回スターターを押してましたね。これは温まってもあまり変わらなくて、なかなか一発始動ができなかったんで、やはり本田さんの推測通りでバルブクリアランスが狭すぎたのかもしれません。ドリームの人にお話を聞くとエグゾースト、排気側のバルブクリアランスが狭くて規定値ギリギリだったというふうに聞いております。ユニカムで、これは最近発売されたホンダのトランザルプホーネット750も同じで、一つの、シングルカムなんですけど SOHC インテーク吸気側は、ダイレクトにバルブを押してます。でエグゾースト排気側は、ロックアームを介して、押してると。で4バルブになってますね。そのエグゾースト側のバルブクリアランスがちょっと規定値ギリギリで狭かった。それを今ぴったり、規定値のち
ちょうど中間にアジャストしてくれたということです。まあそれであれば家に帰ろうと思います。今日は月曜日なんで、朝食と息子のお弁当を帰宅してから作らなければいけませんし、まあ今日からたくさんあると思いますんで、ちょっとやってみましょうか。ホットスタート。ああ、OK。いいですね。全然良くなりましたあと、お話をしとかなきゃいけないのは、この液晶モニターがですね、約20秒ぐらい起動に時間がかかります。非常に遅いまあ CPU がとろいんでしょうかね。液晶自体はそんなに実際時間かからないはずなんで、いろんな、OBD の、たくさんマイコン入ってるんで、全て連携してモニターで表示するまでに時間がかかってる。ただ ECU エンジンコントロールユニットに関しては、このモニターが立ち上がる前でも稼働状態に入ってますので、これはもう本田さんにも確認しましたんで、モニターの立ち上がりを、待たなくてもエンジンの始動は ECU は先に立ち上がりますんでできるということです。あともう一つ、以前レッカーで運ばれた時にエンジンは1回かかったけども、この D ボタンドライブモードに入らなくてで CPU を再起動しようと思って一度エンジンを切ったんですね。でそうするともう一切かからなくなっちゃったこれが前回レッカー移動の、バッテリーが弱ってたというのと、私がエンジン始動に失敗した、あとは
エンジンの始動性が悪かった。この3つが条件が重なってます。でバッテリーが弱った原因は3週間真冬お正月から充電もせずに放置してたんで、それが一番大きな原因で、指導性の悪いお話は時々視聴者の方からも、聞きますが、全ての原因がこのバルブクリアランスにあるかどうかっていうのは分かんないです。私の場合はドリームさんと1年点検でお話をして、このままだったら指導性が悪いためにバッテリー変えても再度、同じような状況に陥るかもしれないんでそこら辺をホンダドリームの店長さん工場長さんが事情を聞き入れてくれまして、今回エンジン分解約3週間かかりましたね、預けてで、彼らも、日常はいろんなオートバイがどんどん点検とか修理整備で入ってきますんで、その合間合間に、私の NT を分解してエンジンシリンダーヘッドを下ろしてバルブクリアランスの調整をしていただいたというのが今です。現在に至る。非常にそういう意味の対応に関しては、高知のホンダドリームさんには、満足をしていますし、感謝してます。彼らも私の状況を理解して親身になって相談に乗ってくれました。いやー、えらいこっちだ。さしてもらってます。すごい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 。初めて見た。これが例のあれか。SOHC やけんどユニカムってやつやな。そうですね。へえ。なんでインテーク側は普通に、SIM ので入って、ダイレクトで。そうですね。で排気がこっちユニカムで。そうですね。なるほどな。なってますんで。750のトランザーループも一緒だろ。最近出たやつ。最近出るあれですよね。750も確かそうやと思う。いやありがとう。はい。へえ、バランバランだね。そうですね。さすがじゃね。へへ。こんな感じが。せっかくやからちょっと。ゆっくりと。これバランバランになってる。そうですね。これ燃料タンク。それタンクですね。わ、こんなになるんだ。そうですね。なんで外装外してタンク下ろして、その下にエアクリーナーの左右につくようになってるんですけど。これエアクリーナー。そうですね。でっか。へえ。フィルター自体は左右にこのサイズが入ってるんですけど。これがゴミ入らないようにして、ボディにここがついてというふうに。おお。すんげえ。これの下にイグニッションコイルですね。こういうイグニッションコイルがあったりとかなんで、結構ちょっと。いや、勉強になる。こういうことを昔やってたんよ、わし。キャブ車の時ね。で、GPZ 乗ってて。もう自分でチェーンブロックでエンジン下ろして、キャブレターも全部スロットルのね、
調整やって結局やりきれんでバキュームを朝倉モーターと持ってって調整してもうた。自分でできんからけどね全殺ししたことある。昔のキャブ車はそれができたんですよ。そうですね。